はい、皆様こんにちは、シングルシンガポールライフですが、今回のフライト動画はですね、今こちら福岡空港国際線ターミナルですね。ちょっとね仕事絡みで福岡帰ってましてで、シンガポールに戻るわけですけれども、今回はですね、久々ですね、SQ の、直行便で帰ります。なんせ荷物が多かったので、ビジネス乗ってもいいかと思ってですね、ビジネスクラスで帰りたいと思います。便名はですね、SQ655 便、機体はボーイング787になりますけどもね、ほんと久しぶりなんですけどもね、S q のビジネス1年前かな、ハノイから戻る時にね同じ機体の S q のビジネス乗ってるので、シートとかはね、一緒だろうなっていう感じはしてましたけどもね、ただねビジネスクラス、S q 最近高いですよねっていうか、結構なお値段するとは思うんですけど、福岡からの戻り方、行きはですね私エコノミーで行って帰り、ビジネス利用してるんですけど、そんなに言うほど高くなかったですね。1000ドルちょっと、いやもうちょっとしたかな、でも1300400ドルだったと思います。その岩は言うほど高くはなかったので、乗れたっていうのもあるんですけどね。はい、でいつものようにね、お出迎えをしていただきまして、いろいろと話しておりますけれども、一番乗りだったんですね。なんとね、なので軽いブリーフィングをまだやってらっしゃいましたけどね、はいね、ご覧のようにS q の中ではこのシートの使用スペックはどちらかというとリージョナル路線なんですね。近距離路線で使われるような、シートにはなってますけどね。福岡からシンガポールってものすごく早いというかですね、5時間半ちょっとで着いちゃうんですね、福岡からの場合はね。なので東京の人と話す時とかは僕もびっくりするぐらい早いと、東京からだと6時間以上かかると思うんですけど、福岡だと5時間半ぐらいでもう着いちゃうみたいな感じなんでね、リージョナルクラスのリージョナルのシートっていうのも分からなくはないですよね。で今ねインフライトエンターテインメント調べておりますけど、やっぱりね最近中国系の航空会社乗ったりとかしてましたけど、やっぱ S q って番組の数がめちゃくちゃ多いですよね。番組とか映画の本数とかね、とりあえずプログラムがめちゃくちゃ多いなっていうのはやっぱすぐ感じますね。そういうところもねやっぱり世界のねベストエアラインに選ばれる理由なのかもしれないですけどね。で、こちらがねテーブルですけども、いつぐらいからでしょうね、787を就航したのもう4年か5年ぐらいになるんでしょうか。前1回ね乗ったことはあるんですけど、その時はまだ古いビジネスクラスでしたけどね。もうでも福岡シンガポール路線は本当久しぶりで10年前ぐらいなんですけどね乗ったのね。で、こちらいろいろ見ておりますが、アメニティがね6時間以上のフライトじゃないと、アメニティのポーチもらえないんですよね。だから福岡は5時間半なんでアメニティのポーチはないですよみたいなね感じで、言えばというか、スリッパとかね先ほど映しましたスリッパ、アイマスク、ソックスは置いてありましたけどね、十分じゃないかなと思います。で、こちらインフライトミールですね、機内食、あとお酒、やっぱりお酒の種類も多いですよね。シャンパンからスタートしてますけどもね、ウェルカムドリンクはシャンパン選びましたけど、そのシャンパンも結構美味しかったですねやっぱりね。
で赤ワインの種類、白ワインの種類も、やっぱ3種類4種類はね必ず置いてますんで、その辺はねやっぱさすがだなっていう気はしますけども。てなわけでね、ブリッジ離れたのはオンタイムでしたね。9時55分発でオンタイムで離れました。でね、この時間結構福岡の国際線も飛行機止まってましてね、スカイチームの、ね、デザインの飛行機、これはチャイナエアラインなんですけど、かっこいいですよねやっぱね。でこの時間ね結構空港っていうか滑走路めちゃめちゃ混んでて、9時55分にブリッジ離れたんですけど、なんかね離陸するの多分ね僕一回ちょこっと寝ちゃったような感じだったんですけど、10時40分ぐらいにようやく滑走路入ったような感じでしたね。なので結構待ちました、離陸までは。この時間が基本的に混んでるのか、福岡空港混んでるのか、なんかね遅延の飛行機が多いのかちょっとわからないですけども、とにかくね滑走路が混雑してましたけどね。で今回ね福岡かなり短い滞在だったんですけど、家族といいますかね、母とも会いまして、久しぶりにお酒を飲み、相変わらずの福岡滞在だったですけどね、ちょっとね今後いつまた帰れるかがちょっとわからないので、しばしまた、博多の街とお別れということになります。ボーイング787とかエアバスの350とか、やっぱ機体の音が離陸の時とかね静かですよね。静かに感じるだけなのか分かんない、やっぱ実際静かだとは思うんですけどね。で、今回のフライトはね天候には恵まれましたね。すごくいい天気で、そんなにトータルしてもねそんなに揺れませんでしたね今回は。で、食前もこのように、シャンパンをいただきましたけど美味しかったです、このシャンパンで。最初はね、SQ といえばというか、マレーシア航空もそうですけどね、前菜というので、お通しですね。前菜というかお通しなんでしょうけど、サテですね。羊、鶏、牛のサテでしたけどね、ちゃんと温かかったですね。以前関空からねクアラルンプール行きの、マレーシア航空のサテもいただきましたけどもね、やっぱりシンガポール航空の方がちょっと1枚上手かなという気はしました。温かいものは温かくということで、このピーナッツソースもね、サテ自身というかねお肉自身もね温かくなってて抜群に美味しいっていう感じは僕はあんましないんですけど、実はサテはしないんですけど、お酒と合いますよね。でこれ飲み終わって気づいたんですけど、そこに SQ のマークが書いてあるんですね、グラスはね。僕初めて知りましたけどね。で、私が選んだのは、久しぶりの日本路線なので、洋食はね今後も食べることが多いかなと思って、日本路線なのでせっかくだったらねSQ
自慢の、ね、京都の菊の井さんが監修している和食を選びましたけども、ね、なんでしょう、その全日空 ANA ですとか JAL ですとか、その2つのね和食によりも美味しいのかと言われると、やっぱそこはねなかなか難しいところはあるかと思いますけれども、でもやっぱり他の航空会社の和食よりは僕はやっぱり S q の和食は断然美味しいんじゃないかなとは思いますね。やっぱり彩りを見てもやっぱ綺麗ですしね、なんかこの梅そうめんとかを出してるあたりがまたなんかちょっといいですよね。なかなか食べませんからね。日本にいてもあまり梅そうめん食べてませんでしたけどもね、なんか季節を感じて美味しいですし、また今食べたのがね、これ床節なんですけどね、こういうのを出してくるっていうのがさすが菊の井さんっていうか監修されてるだけあるんでしょうけどね。でこれ今食べてるの確かですね、穴子だったかな、穴子じゃなくてハモだったかもしれないです。ちょっと忘れちゃいました。ちょっと左下のねメニュー表出してるんですけど、この携帯で動画編集してると何が書いてあるか全然見えないというね、感じですけどもね、やっぱり一個一個ちゃんと一つ一つがね、機内食ではありますけれども、やっぱり美味しいなって思います。やっぱ機内食って難しいと思うんですけど、本当僕にとってはこの機内食はもう大満足の機内食ですね。非常に美味しかったです。で特に何が美味しかったか、梅そうめんも美味しいんですけど、今ちょっと映ってるお刺身ですね。これごぼう巻きなんですけど、牛肉のごぼう巻きなんですけど、炙ったお刺身が真ん中に、あると思うんですけどね。でこれが結構なんて言うんでしょう、醤油をかけてババッとかけて食べるんじゃなくて、醤油がですねジュレになってるんですね。簡単に言うとゼリー状になってるっていうことなんですけど、それをつけて食べる、なんて言うんでしょうね、飛行機の中だからっていうのもあるんでしょうけども、これにしてるとね余計なところにもかからないし、ババッとこぼれることもないし、いいですよね。こういう心遣いっていうのがなんか素敵だなと思いますけどね。お魚自身も、美味しかったですけどね。いややっぱ今僕はシャンパンやめて白ワインに変えてるんですけどね、いつも赤ワインばっかり機内ではね飲んでるんですけど、さすがにメニューを見た時に今回は白ワインかなと思ってさすがに白ワインにしてみたんですけどね、やっぱマッチしますね。ガンガラ食べてますけどね。でこの日ビジネスクラスの搭乗者は、8割方は埋まってたかと思います。8割方埋まってて、ほとんどがシンガポーリアンでしたけどね。日本人の乗客の方は多分3名ぐらいだったと思いますけども、なんかそれ以外はねシンガポーリアンの方、あと、欧米の方も多少乗ってらっしゃいましたかね。で、この美味しい白ワインが、これになりますとしか僕言えないんですけど、結構美味しかったですね、この白ワインね。で二の膳みたいな感じですかね。前菜各種が終わって、メインみたいな感じなんですけどね。これがまた立派ですよね。タコご飯とメインは一応この日はっていうかその月、先月ですけどね、2024年の7月はタチウオでしたね。これタチウオは骨取ってありましたね、中骨。中骨全部骨なしのタチウオで、多分さばいてからくっつけたみたいな感じなんでしょうけど、全部骨が取ってあって、これはナスですね、煮物ですね、ナスでしたけど、いやーこんだけおかずがあったらね
っていう感じしませんか皆さん。こんなにおかずあんのみたいな、前菜も含めてまあね、幸せでしたね。やっぱ久しぶり、日本路線の S 級の和食久しぶりだったんでね。でやっぱなんかこう雰囲気あるなと思いましたね。他のキャリアのねシンガポール路線と比べてやっぱちょっとね違うなって思ったのと、あとねやっぱり京都の菊の井さんなので、僕はやっぱこの漬物各種これがやっぱなんかすごくいいなと思いましたね。こんなに持ってくれてる機内食ありますかねって思っちゃいましたけど、なんかやっぱ京漬物美味しいですよね。梅干しもね入ってましたけども、満足としか言えないようなこの機内食ですね。強いて言えばなんかね褒めすぎてもっていうのがあるんで、強いて言えば前もそうだったんですけどっていうか、だいぶこれはねどのキャリアさんもそうなんですけど、味噌汁がねやっぱりもうちょいだなってはいつも思います。お味噌汁なんかもうちょっとどうにかならないかなって思いますね。しょうがないんですけどね、即席っていうのはしょうがないんですけど、なんか凝ったお味噌汁だったらちょっとこうもっと嬉しいなっていう気はしますけどね。贅沢ばっかり言うなっていう話なんでね、それは仕方ないなとは思いますけどね。何のかんの言ってどうせ全部お前食べるくせにみたいなね感じあります。もちろん全部食べますけどもね。いやー美味しいですよ。っていうか45を超えて50手前のおっさんからするとこのボリュームがなかなか手強かったですけどね。ボリュームもあるんですよね。この S 級の花恋歴っていうんでしたっけ、なんかそういう懐石の名前がついてるかと思うんですけどね。もうボリュームも満点で食べ終わりました。美味しくいただきました。でこれが食後にですね、簡単に言うとフルセット持ってきていただいたというね感じなんですけど、デザートのアイスクリームね、下の小豆があって美味しかったですよと、フルーツの盛り合わせと、ワイン飲んでたのでチーズをね持ってきていただいたということなんですけどね。お腹いっぱいですよ。本当にお腹いっぱいですし、当然美味しくいただいたという感じなんですけどね。なんか普段甘いものってあまり僕は食べないようにしてるという感じなんですけど、機内だとどうしてもやっぱ食べちゃいますよね。でね、ブルーチーズ、ゴルゴンゾーラチーズも程よい硬さというんですかね、硬すぎない程よい硬さで、美味しかったですね。フルーツはぼちぼちっていう気はしましたけどね。パイナップルは甘かったですけどね。パイナップルは美味しかったですけど、それ以外はぼちぼちかなみたいな感じはしましたけど、量の機内食を食べてこれ食べてもうそりゃね、もうこの日は他何も食べたらダメだろうぐらいな量でしたけどね。本当に久しぶりだったので、本当にもうあれが出ちゃいましたね。私の小市民感というかですね、出ちゃいましたね。もうここぞとばかりに食べてるみたいな感じはしますけれどもね。フルーツも先ほど言ったように美味しくいただきましてね、一通り機内食を存分に、いただきましたけれども、シートの説明をね今回そんなにしてないんですけど、前回のそのホーチミンの動画で結構してるというか、ホーチミンの動画も上げてるので、そんなにシートの説明いらないのかなっていう感じはしましたけれども、基本的にねS q のビジネスクラスノイズキャンセリング本があったりだとか、もちろんシートはフルフラットになりますけれどもね。ただリージョナルのこの設定のやつってちょっとね席の幅自体はそんなに広くないんですよね。
前乗った見てる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ヨーロッパ路線のフィンエアとかにと比べるとやっぱりちょっとそれは雲泥の差だし、同じ S q のね777トリプルセブンとかに乗ってる東京に飛ばしてるような、トリプルセブンありますけど、それと比べてもね座席幅はねそんなにないんですよね、この S q のリージョナルはね。なのでねその辺はちょっと座り心地とかも少し違うのかなとは思いますけれども、5時間半ぐらいの、ね、飛行時間ですから、で機内食の内容なので、当然ね満喫したということにはなるんですけどね。はい、で一番最初にも言ったようにシンガポールから行く時日本に行ったり、アメリカ、ヨーロッパ全部一緒ですけど、シンガポールから行く時は結構高いんですよね、料金がね。ただその逆の利用の際は結構ね往路と復路で値差が S q は結構あるなっていうのが僕はちょっと調べてていつも思うので、S q に乗りたいなって思われる方はね往路便よりも復路便の方が安いんじゃないか。日本から出発する場合はもちろん往路便が安くなるんですけど、シンガポールからシンガポール往復の場合は帰りの便ですね、復路便をチェックすると意外にあれそんな高くないなっていう金額で乗れるかもしれないのでね、ちょっと往復で見るんじゃなくて、片道で検索してももしかしたら面白いんじゃないかなというふうに思います。てなわけでねチャンギに帰ってきましたね。日本の7月末むちゃくちゃ暑かったんで、チャンギについて、シンガポール市内出てもねめちゃくちゃ暑いとは感じませんでしたね。本当に日本の暑さはちょっとクレイジーでしたけどもね、皆さんね暑い夏乗り越えなきゃいけませんのでね、体調には十分気をつけてお過ごしいただけたらなと思います。てなわけで今回もご視聴誠にありがとうございました。